やでもディズニーもねきつくない？何が30超えて。そういやさ、四半世紀行ってなかったこの間行ったんだけど、うん、楽しい楽しい。いやじゃなくてディズニーランドはいいのよ、グッズ。グッズはやだよ。グッズなんで絶対あの中だけの話だ、あの中だけだったら何でもできるよ。まあね、全部置いて帰るけど。じゃあミッキーの耳。ミッキー何？耳。あの中だったらつけれると思う。つけてないけどつけれる。中だったらいいんだ。もうヨコちゃんって言ったら私がミッキー、ヨコちゃんミニーだよ。うちミニーなの？やだよ、リボンつけたくないよ。我慢しな。絶対嫌なのリボン。なんでよ。じゃあでもディズニーランドの中だったら全然大丈夫。あ、ほんと？うん。いける？うん。あの中だったらね。あの中だったらね。あの中だよ。写真撮る？写真撮る残すのそれ。残す。私、そういう黒歴史じゃなくて、そういう楽しさは好き。だってディズニーランドだから。ディズニーランドだからね。でももう出た瞬間にこうやって外す。あれ、前浜からまだ電車乗ってんのに、まだみんなあの気分で帰れるのは若さだと思う、やっぱり。そうだね。出た瞬間にね。出た瞬間に外す。出た瞬間にパンって黒いとこでもあん中は全然平気。全然。全然ディズニーランドはいいのよ。夢の国の中に入ってる時はいいのよ。そっか。問題外だね。持ち込むでしょ。持ち込む人って。ディズニーグッズ欲しいと思ったことある？今まで。ないよ。グッズな、うちさ高校の時からもうそういう可愛いものが苦手で。でもそういう子いるよね。中学高校で早い子はそうだよね。なんだろう、仲いいグループみたいなのがいたわけ。別になんていうのかな、これといって仲いいわけでもなかったの。なんかただ同じ部とか、去年クラス同じだったとかで、そのクラスになった初日にうちが普通に一人でご飯を食べようと思ったら、なんか机をバンってくっつけてきて、そうだよ。なんかグループ結成みたいなのになったの。なる。だってそこからなんかなんていうの、帰り一緒に帰ったりとかっていうのしてたんだけど、そいつらがもうね毎回一緒に帰ってるとディズニーストアに寄るの。へえ。そうでもうなんかキャッキャって言ってるわけよ。奈良にディズニーストアあんの？ある。ごめんあんの。意外でしょ。軽めのディス意外でしょ。あるの。そうあって、そう定期で行ける範囲にあるわけで、そこに寄ってさ、でその間うちもずっともうなんかもうめんどくさいと思って、もううち外にいるからっつって、もう適当に見といてよみたいな感じで言ってたのにもう散々うちディズニーとかそういう可愛いの興味ないからって言ってたのに、卒業旅行行こうみたいな話になって、なんていうの、進路が決まってからもうずっとダンスしかしてなかったから、勝手に計画を立てられてて「陽子ディズニーランドでいいやろ」って言われて「いや」っつって「いやディズニーストアに足を踏み入れたこともないのに一緒に行ってて、なんでディズニーランドでいいと思えるのと思って。ちなみに卒業旅行は行ってもいいと思ってた。行くなら温泉だと思ってた。なるほどね。しっぽりね。しっぽり。なるほど。っていうかさ、その相談しないって何？そのさ、満場一致でディズニーランドならみんな楽しいだろうと思うその配慮のなさ。ディズニーランド行ったら絶対楽しいよねになっちゃうよ、多分。ディズニー好きな人は。まあそうね。実際そこはあるもんし、ディズニーストアは全く興味ないよ。興味ないけどディズニーランド行ったら楽しいから、そういうタイプの人もいるからね。いらないよグッズは一切。インテリアの邪魔だから。そうだね。おしゃれにはならないからね。まず絶対ならない。ミッキーは素晴らしいんだよ。ウォルト・ディズニーなんてもう敬愛中の敬愛だからね。素晴らしい。もう素晴らしいと思うよ。素晴らしい。でもインテリアでいるわけではないし、そうね。でも不思議の国のアリスは好きだけど、じゃあ不思議の国のアリスが好きだからバラを飾りたいと思う。じゃあ終わり。グッズにはならない。そうだね。そしたらフリフリのエプロンでもつける私。そうね。そしたらそっちに行くんだったらわかるよ。まあね。あるいはなんか水色のワンピースでも着るわ。パツキンにするわ。そうね。トランプ置いてみたいに。トランプ置いて。それ違うでしょ。違う。でもそういうことトランプ並べてみたりとか、まあ100歩譲ってハートのなんかこう寝室にしたりとかするぐらいだったらなんか違うなと思うけど、あるけどアリスのプリントがついたなんかとかいらないな。そうだね。私アリスは好きなんだけどね、本当に。でも一定の人口でいるからね、それはね。一定の人口でいるね。限定と聞けば買い揃えるみたいな人いるよね。ちょっと一種の病気だからね。そうだね。でも私あれはちょっとわかるかも。アリスが好きって今言ったじゃん。何かが好きだけだったらわかるかも。だからでもいろいろ混ざってくるのかしらない。アリスの世界にミッキーはいないじゃん。いないね。
で白雪姫の世界にはミッキーはいないし、ミッキーもいないしアリスもいないはずだから、そこが混ざってくると分かんなくなっちゃうかも。どれかが好きで統一してんだったらちょっと理解できるかも。なんかまあ絵がディズニーだからみたいなくくりなのかな、一緒。あ、でもそうそれはちょっとあんまり分かんないかな。確かにね、なんか作品またがってっていうのはちょっと変だよね。だって「ドラゴンボール」が好きで、あられも好きってことでしょ。まあそうかな。そうでしょ。そうそういうことだよね。でドラゴンクエストが好きみたいな。そうなってきて、うんスライム置いてあるけどあられちゃんも並んでるみたいな。そうただのね、アキラ先生の部屋みたいになっちゃう感じになっちゃうね。違うよねっていうね。でもうちもあれだよ、なんかうちもゼルダの伝説好きだからさ、作品またがってやと思ってたりするけどね。それだったら私わかるかも。例えばミッキー、ウォルト・ディズニーが好きだから、ミッキーのスケッチ飾った横に白雪姫のセル画が貼ってあるんだったら理解ができるかもしれない。いっぱいのグッズでぐちゃぐちゃにしていくのはわかんないかもね。でもあれさ、いくつになったらやめ？ディズニーそういうミッキーで埋め尽くされた部屋で、あれをいつまでも30代40代まで続けるのかな、部屋とかね。いつどうなんだろうね。はって気づくじゃないが嫌になる人もいるのかなね。分かんない。ていうかさ、結構さ、ずっと一貫して同じもの好きな人っていない？でも偉いよね。でもすごいと思う。偉いすごいと思う。なんかこの間さ、知り合った人でオーストラリア出身の人で、ドラゴンボールが好きだと、ドラゴンボールを見て育ったと、でここにベジータのなんかタトゥー入ってんの。相当好きだ。いつ入れたの？最近。最近でしょ？分かんないじゃん。5年後はやっちゃったと思うし、最近多分1年2年ぐらいの最近だけど、なんでこれ入れちゃったんだろうってなる日が来るかもしれない。来るかもしれないけどさ。でもベジータでも今満足してんだよね。嬉しそう。じゃあいいや。嬉しそう。いまだに見てんの。新しいそのドラゴンボールのシリーズとか見て。オーストラリア人ってこと？オーストラリア人。うちと同い年ぐらいで、だから本当にうちもドラゴンボール見て育ってるけど、子供の時見たものってイメージ。うちはもう話すら覚えてないし、すげえ見て楽しかったな記憶はあるけど、その作品にそこまでどっぷりハマった記憶はないわけ。ワンピースも読んでハマって、10年ぐらいずっと読んでたけど、それもなんかある時25ぐらいかなを境に読まなくなって見なくなって、だからそのずっと同じものを好きでいるっていう人すごいな。でも私大草原の小さな家はすごい全シリーズ全部暗記できてるぐらいだからね。いまだにただそれの中で丸太小屋で暮らしましょうとか思わないわけで、でもずっと好きだよ。ずっと好きだけど、ローラになろうとは思ってない。ローラになって三つ編みで過ごそうとは思ってない。なるほどね。でも分かんない。うちもゼルダはいまだに好きだからな。ただな、その人の場合だとドラゴンボールが好きで、もうベジータがどうやら好きなんだよね。おそらくだよね。でベジータになりたいんだよね。なりたいのかな。ある意味グッズよりは納得いく。だってなってるもん。ここになんかベジータに彫られてるものを彫ったってこと？それともベジータのベジータがいるのここに。ベジータの絵？そう、ベジータ。うわー、ちょっとそれは分かんないわ。ごめん。ベジータって人にってやってる絵がここにいるの。ちょっとベジータが誰か分かんないんだけど、ベジータがベジータの絵なのか。鳥山さんの絵。うわ、ちょっとごめん、それはじゃあ分かんないわ。ごめん、一気に分かんなくなった。そういうこと？だから筋肉マンでここに肉って彫ってるみたいな感じかなと思ったの。だからなりたいからそれになったのかなと思ったら違うんだ。もう筋肉マンだよね。マジで無理そう、そこまではうちもゼルダ好きとはいえど、だからなんかちょっとおしゃれななんかアートワークとか買ったりはしたけど、そういうんじゃないね。だから私がムーミンが好きって言ってて、こういう絵とかを飾るとかそれぐらいのレベルぐらいでしょ。それの方が分かるよね。私さ、前会社で一緒に働いてた子がアリスっぽいのはどっちのカーテンだと思いますかって言ってて、ピンクか水色かみたいな、ちょっとよく分からなかったんだけど、私アリスのことそういう目線で見たことはなかったから、でどうだろうねって言ったら、どうしたかっていうと、部屋にある2つの窓を1個はピンク1個は水色にしたの。決められなかった。同じ部屋だよね。同じ部屋だよ。同じ部屋の一人暮らしで、そう片方を水色片方をピンクにしたっていう衝撃の結末。あれどうしたかと思って。で多分アリスそんな子じゃないと思う。そうだね。どっちかにしたと思うよっつって。アリスの部屋見たことないよ。ア
私もうアリスが好きだったらいっそさ、うんもうふわっふわの猫飼ってさ、うんもうエプロンしてさ、うん3時になったらお茶してさ、うんそっちをやった方がいいと思うよ。そうだね。やっぱグッズは分かんない。でも陽子ちゃんの年齢ぐらいでその友達に聞いてみてほしいな、そのグッズをどうしてるか。うん私の場合だともうオーバーしちゃってもうやめなかった人たちしか見てないから、うんやめた人もいるんだと思うんだけど、そう、うちのそのゆるふわ系の友達はさ、うんしょっちゅうディズニー行ってんの、いまだに。ああいいじゃん。行ってるけど、グッズとか買ってんのかな、どうだろうな。おーでもなんかそれをこう部屋に置きたいタイプの人ではないんだよね。もしかしたらなんかそういうぬいぐるみとか置くコーナーちゃんと作ってんのかもしれないけど、やりきれだったらやりきれでディズニーランドみたいにしちゃえばいいんじゃない？でもそうディズニーランドもさあの広さでやってるから大丈夫だけど、うん8畳とかの人までやったらちょっとホラーだね。そうね。切り替えがね、なんか、うんこの30度うんスペースモンテみたいそう違うスペースワンターやらないよ。違う枕で見ないし。違う違う。例えばアリスだったらこのハートのクッション、赤いハートのクッションうんにしてうんフリルにしてなんかウサギの置物置いてうんとかをやる完璧に。うんでトランプをモチーフにした絵を飾ってうんそれぐらいにしちゃったらもういいんじゃない？そうだね。でももうそれぐらいまでやらなきゃダメだと思うよ。確かにな、インテリアにディズニーを取り入れるんだったら作品定めた方がいいね。それも定めた方がいい絶対。なんかそのハートの女王の世界観のところにうん。ビルとエルのベルのなんかドレスが着ちゃダどういうことみメだよね。たいになっちゃうよね。ダメだよね。うん。ムーランとか着ちゃダメだよね。あもう着ちゃダメ。モンスターズインクの色着ちゃもうダメだよね全然着ちゃ。ダメだね。そうなんか統一してるといいよね。そう。そうだね。だからどれかにしちゃえば完璧にやってあげれるよってこっちはインテリアとして。そうだよね。うん。うん。ピンクと水色はすごいね。びっくりした。無地すごい。それはもうあそうなんだって。よかったねっつって違うんじゃないとは言ってた。そんなことしなかった。でも結構可愛いんですみたいな話をされた気がする。もう本人が良ければあ、そう。正解はそれだから。最終的にね。そう作品がね定めれば定めたで結構面白いとは思うよ。うん。ファッションとインテリアは似てるから。そうね。瞑想する子は瞑想いや瞑想してるって気づいてる子は上達しちゃうかも。ああ。なんか違うなって思えればいいんだよね。そうそういうこと、その時代は絶対あるじゃん。そうだね。うん